今の為替レートのままで日本の物価と給料が倍になったら円安感詰まるし、国の借金は思いっきり目にするし、政府が目標にするのはこれでしょうか。違います。給料は倍にはなりません。物価が倍はね、起こりうるんですけど、物価が上がったとしても給料は上がりません。なぜなら今の政権は外国人をいっぱい入れて給料を上げないようにしてるからです。給料というのは人手不足になると上がるんですよ。人を募集していて、時給1200円で募集して誰も来ないから1300円で募集して誰も来なかったら1400円になるんですけど、ここに技術実習生です1100円で働きますっていうのを毎年何十万人も入れますってなったら、それは時給上がるわけないよねっていう。時給1100円の人が5年で帰ってまた新しい人が来ますっていうので、安い労働力をずっと適用しますっていうのを自民党がやってるので、給料を倍にすることはないと思った方がいいんじゃないかなと思います。物価上昇の一時的な対策として政府補助金や給付金など直接的な支援か税制優遇など間接支援だったらどちらが対策として成功するでしょうか。一時的な対策であれば税制優遇でも直接的支援でも別にどちらでも成功する可能性はあると思います。ただ問題は今の物価上昇というのは一時的なものではありません。仮に一時的に消費税を 2% 下げました。物価が毎年 2% 上がるっていうので、最初 2% 下がったからトントンだよねと。2年目 2% 上がったとして 2% 上がったよね。3年目次 4% 上がりました。どうすんのって日本の経済の構造の問題なので、一時的なお金を配るもしくは減税をするというのをやると、結果としてその時は得したな、良いことが起きたなと思うんですけど、事態は変わってないので問題先送りにしてるだけなんですよね。なので少子化が悪いよね、無駄な教育をしてるのが悪いよねっていうふうに僕が言ってるんですけど、少子化対策をしないし、きちんとした教育をしないというのをやってる限り、きちんとした教育をしないというのは文系に金払ってるっていう意味です。文系は金稼がないからね、っていうところをちゃんとしない限りはなかなか難しいんじゃないかなと思います。一時的なものであれば対症療法はできるんですけど、あくまで一時的なものじゃないんですよね、今起きてることは。円安が続いている状況で円安で儲けた企業が昔の地域の保護ように自社のある地域に寄付やインフラ投資をすれば庶民の生活も豊かになると思います。ひろゆきさんのですか。するのであれば生活は豊かになると僕も思います。でもしません。以上です。トヨタが儲けたお金をどこに使うかっていうと、アメリカの工場を最新のものにするとか、ヨーロッパの市場に対して広告を打つとか、メキシコに工場を作るっていうので、これから人口が減っていく日本に投資して工場を作ったら損するじゃないですか。だって人口減ってるから若者の労働者少ないんですよ。いないんですよ。さらに若者の労働者少なくてコストが高いんですよ。給料高いんですよ。それだったら若者が多くて給料の低い国に工場を作って出来上がったものを日本に輸出して儲けた方が良くないってなるじゃないですか。合理的に考えると残念ながら外貨円安で儲けてる国っていうのは輸出で儲けてる国だと思うんですけど、そういう国でそうするとじゃあ輸出先でその製品作った方がもっと儲かるよねってなっちゃうんですよ。要は日本でしか作れないものというのがあれば、それはそれでありなんですけど、日本でしか作れないものってあんまりなくて、日本って基本的には資源がない国なので、資源をどっかから持ってきて加工して輸出する国で、日本が自動車を昔いっぱい作ってましたって言っても、自動車の部品のうち日本国内で調達できるもの何ですかって言ったら、鉄鉱石とか樹脂であるプラスチックですとか、タイヤである天然ゴムですとか、ガラスぐらいはなんとかなるかな。結局金属だったり樹脂だったりとかゴムだったりっていう自動車を作る部品のほとんどは海外からの輸入なんですよ。それだったらもうその部品は別に日本を経営する必要なくて、他の国で集めてそこの国で作って売った方がいいじゃないですか。例えばじゃあ車を注文して日本で作ってこれアメリカに輸出するってなるとまたプラス1ヶ月とかなんですけど、じゃあ部品を最初からアメリカに持ってってアメリカで作ったその場で売れるじゃないですか。日本を経由する必要ないよねっていう構造になってるので、海外で儲かってる円安の企業というのが日本に戻ってくるというのは構造的には難しいんじゃないかなと思います。日経平均株価はいいのか分からないけど、これが結構難しいところで、株価は良いんですよ。正確に言うと、外国に物を売っている会社の株価は良いんですよ。外国に物を売っている会社、ほとんど大企業なんだけど、の株価が良いのかというと、円が安いからなんですよね。円が安くなってるから、結果として外国人の人が日本の車を5万ドルで自動車を買いますと。で、これがアメリカ人にとっては円換算すると 10% 円が安くなってくると、これが4万5千ドルで買えるようになるんですよ。全く同じ車なんだけど安くなってんじゃんみたいな。こ
れお得じゃねっていうので、円が安いおかげで割と外国の人は日本のものを買いがちっていう、インバウンドっていう形で日本めっちゃ安いよねっていうので、外国の人が買いに来たり食いに来たり旅行に来たりっていうので、割と日本でも年間7兆円ぐらい観光産業でGDP でいくとお金が動いてるって言われてるんですけど、 GDP でいくともうちょっと高いか、収入としては7兆円で、付帯する仕事とかも GDP だと入るので、外国人が食う飯の量とかホテルの宿泊料金だけじゃなくて、そこで働いている人の従業員の給料、いろんなお金が動く。円が安いので車の台数が同じ台数だけ売れたとして、ドル換算でいくと実は売上そんなに変わってないんですけど、ただ円換算すると円で増えて見えるよねっていう、割と帳簿上の為替の問題になっていて、例えばテスラっていう車が高いですと、良い車ですと、トヨタの車よりも高いけれども欲しいから買いますっていうのであれば、それは研究開発とか技術開発のおかげでいいものを作って売れて、その分利益が高いよねなんですけど、同じものを作ってても安いから売れてるよねっていうのでいくと、会社自体の価値という、会社だったり商品の価値というのは上がってないので、ただこれでもう株価は上がってしまうんですよ。なぜなら円安だから。利益が上がってるよねってもあるし、円安になってるということは、ドルベースで株を買う人たちにとってみると、何もしねえのに日本のいい会社の株価下がってるように見えるんですよ。1ドル100円の時代っていうのが、株価1万円の会社がありましたと。株価1万円のままだけど1ドル150円になると、アメリカ人から見ると 50% 安くなるんですよ。1万円だから100ドルっていう値段がついていたものが、株価は100ドルのままなんだけど、日本円では1万円のままなんだけど、ドルが高くなったおかげでドル換算した株価が50ドルになっちゃうんですよ。例えばトヨタがもともと1ドル100円の時代に1株1万円でした。1ドル100円なので、トヨタの株をアメリカ人が買うときは100ドルで買えました。ところが円安で1ドル150円になりました。でも日本円では株価は 1万円のままですと。で、この場合でいくと 50% なので75ドルで買えるようになるんですよね、トヨタの株が。本来100ドル払わなきゃいけなかったものが75ドルで買えるようになると。何にもしてないんですよ、トヨタはね。別に為替が下がっただけなんですよ。でもアメリカ人からとってみると、100ドルしたものが75ドルで買えるじゃん、超お買い得じゃんっていう風になって、外国からバーゲンセール状態で買われてしまうっていう。で、株価と GDP は厳密には関係してるんですけど、ただ一応株価は GDP の計算には入ってないんですが、ただ株価が上がることによって、そこでお金持ちが人が増えて、お金持ちの人が物を売ったり買ったりするので、結果としては株価が上がると GDP 自体増えますね。はい、円安で工場国内回帰、人口減の日本は中国の貧困層、東南アジア以下の賃金しないと成長がないですか？はい、そうです。円安にすることで工場が国内回帰してる、国内回帰するからいいんだっていう人いるんですけど、国内回帰をするということは、中国とかベトナムとかインドの人たちと同じ月給で働くっていうことなんですよ。働いた時に、中国だと今月10万円ぐらい、ベトナムとかだと月7万円ぐらい、それぐらいで暮らせてる人たちがいるので、そこで労働してくださいって工場を作るんですけど、これが日本に帰ってくるっていうことは、日本人が月7万とか月10万とかで暮らせるような国になるっていうことなんで、まあ無理ですよね。国内回帰って基本的に先進国でやることってほとんどなくて、ドイツで行くとアディダスが国内回帰やったんですけど、でそのパターンは完全ロボット化して、労働者がいるわけじゃなくて、機械とロボットを管理する人がいて、そこでカスタマイズしたスニーカーを自動生産しまくるっていう、そういうタイプの国内回帰があるんですけど、人手がいるタイプの国内回帰が先進国で起こったというのは僕は聞いたことないですね。海外が何らかで閉鎖になって戻ってきましたとかっていうパターンはありますけど、基本的に国内回帰って言ってる人ってそういう状況が分かってない人なんじゃないかなと思いますけどね。ロボティックスで戻すはあると思うんですよ。でもこれは別に円安の問題じゃなくて、単純に技術開発の問題なので、むしろ設備投資が進んだ方がロボティックスによる国内回帰が起こるんじゃないかなと思います。なので円安じゃないですね、必要なのは。日本の今長期金利 2.8% とかになっていて、ものすごい勢いで利率上がってるんですよ。ものすごい勢いってどれぐらいかっていうと、アベノミクスの時代とかって金利マジでゼロが5年とか続いてるんですよ。金利マジでゼロが5年続いていて、この1年ぐらいでね 1% とか増えてるんですよね。2ヶ月に 0.1% みたいなっていうぐらいの勢いでどんどん金利上がってて、なので今働くよりお金を預けてほっといて増えるっていう方が、若い人ね、20年とか30年とか銀行にいられるんだったら、長期金利にかけるとか、株のインフレにかけるとか、円安にかけるとか、投資をした方が働くよりも割がいいという時代になっちゃってるんじゃないかっていう。
なので今給料がいい仕事をして投資に回すっていう方が長期的にはお得なんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。